日本の造船所が今、1兆円規模の注文を受けたのだ。発注元はアメリカではない、オーストラリアなのだ。オーストラリアが日本に軍艦を発注するんですか？AUKUS でアメリカと組んでいるのに、どういうことなんでしょう？今日の動画でわかることを最初に伝えるのだ。一つ、なぜオーストラリアは米国ではなく日本を選んだのか。二つ、この契約が日本の防衛産業と雇用をどう変えるか。三つ、日本の安全保障と生活に何が起きるか。この3点を深掘りするのだ。日本って今まで武器を売っていなかったんですよね。1兆円の軍艦受注って、それだけでも歴史的な話じゃないですか。そうなのだ。まず歴史的な文脈から整理するのだ。日本は戦後80年、武器輸出三原則の下で実質的に殺傷兵器の輸出を禁じてきたのだ。ところが2014年に安倍政権がこれを緩和し、2025年にはついに完成品の殺傷兵器輸出を条件付きで解禁したのだ。そこに今回のオーストラリアからの発注が来たのだ。SCMP の報道によると、総額70億ドル、日本円で約1兆円規模の契約で、護衛艦やフリゲート艦を中心とした艦艇の製造、技術移転が含まれるのだ。これは日本が受ける過去最大規模の防衛装備輸出案件なのだ。でも、オーストラリアって今 AUKUS でアメリカやイギリスと組んで核潜水艦を調達しようとしていますよね。それなのに日本に発注するって何か矛盾しませんか？そこが今回のニュースの核心なのだ。AUKUS でアメリカとイギリスに依存する一方で、オーストラリアは同時に別の調達ルートを開拓しているのだ。なぜか、それはトランプ政権が同盟国への信頼性を損なっているからなのだ。実際、トランプは2025年だけで NATO の分担金問題を蒸し返し、韓国に米軍撤退をちらつかせ、台湾への関与にも曖昧な態度を見せてきたのだ。オーストラリアからすれば、アメリカだけに頼るのは危険という計算が働くのだ。これは外交的なリスク分散の強化主的な動きなのだ。この伏線が日本への1兆円発注に直結するのだが、その構造はもう少し深いのだ。なんか、これって国家レベルの単一依存みたいな話ですよね。個人でも投資先を一つに絞るのはリスクが高いみたいな感覚に近いですか？その比喩は正確なのだ。国家安全保障版のポートフォリオ分散なのだ。では、なぜ日本かを3段階で掘り下げるのだ。第一の理由は技術力なのだ。日本の最上型護衛艦はステルス性能と対戦能力で世界トップクラスで、同クラスの米国艦に比べて建造コストが約3割安いとされているのだ。第2の理由は地理的戦略的な連携なのだ。日本とオーストラリアはインド太平洋の民主主義の砦として中国の海洋進出に同じ脅威を感じているのだ。南シナ海から太平洋にかけて両国の安全保障上の利害は完全に一致しているのだ。第3の理由が最も重要なのだ。それは政治的な信頼性なのだ。日本はトランプが何を言っても同盟を裏切らない。防衛費を GDP 比 2% に引き上げ、反撃能力も整備し、アメリカの都合に振り回されない安定したパートナーとして評価されているのだ。ここがアメリカとの最大の違いなのだ。技術、地理、信頼の3つが揃って日本が選ばれたということですね。でも逆の見方もできませんか？日本がこれだけ大きな防衛契約を取ると、中国や韓国からの反発も出てきませんか？それは現実の懸念なのだ。中国外務省はすでに地域の安定を損なうと批判的な声明を出しているのだ。韓国は表向き沈黙しているが、韓国の造船業は世界最大規模であり、今回オーストラリアが日本を選んだことは韓国にとっても受注競争での敗北を意味するのだ。ただし日本政府は専守防衛の原則は変えないとしているのだ。この点では BBC、ロイター、SCMP いずれも脅威ではなく抑止力の強化という日本側の説明を比較的中立的に伝えているのだ。ここまでの流れを整理するのだ。オーストラリアが日本に1兆円の軍艦発注を決めた背景には、トランプ政権への不信から来る米依存からの脱却と、日本の技術力、地政学的連携、政治的信頼の3要素があるのだ。次は、これが日本の生活と経済に何をもたらすかを掘り下げるのだ。では日本への経済的インパクトを具体的な数字で見ていくのだ。1兆円規模の造船、防衛契約が動くと、製造業全体に3倍の経済波及効果があるとされているのだ。つまり最大3兆円規模の経済効果が発生しうるのだ。これは愛知県の自動車産業の年間生産額の約3分の1に相当するのだ。3兆円ですか？それって具体的にどんな業種に恩恵があるんですか？造船だけじゃないですよね。鉄鋼や電子機器なども動くんでしょうか？防衛産業はす
その産業の王様と言われているのだ。造船本体だけでなく、特殊鋼、日本製鉄、神戸製鋼、電子機器、三菱電機、富士通、エンジン、川崎重工、IHI、素材、東レ、帝人まで広がるのだ。雇用面では、防衛関連製造業で数万人規模の求人増加が見込まれるのだ。特に長崎、広島、横須賀など造船の盛んな地方都市では深刻な人手不足が緩和されうるのだ。子育て世代の視点で言えば、こういう意味があるのだ。防衛産業の給与水準は製造業平均より約 20% 高い傾向があるのだ。長崎や堺などの地方都市で子育てしている30、40代の親にとって地元で高収入の製造業の仕事が増えるというのは、都市への人口流出を抑えるだけでなく、子どもの教育環境や家計の安定に直結する話なのだ。地方の製造業が潤うって地方創生の文脈でも大事な話ですよね。でも一方で、日本が武器を作る国というイメージになることへの抵抗感も正直あります。平和主義を誇ってきた日本が変わっていく感じがして複雑な気持ちになります。それを言ってくれてよかったのだ。僕もその感覚は持っているのだ。正直に言えば、平和主義の放棄ではなく平和のための抑止という政府の説明は一定の論理はあると思うのだ。でも、一度始まった軍需産業の拡大は、経済的なインセンティブが生まれることで止める理由が薄れていく。これは歴史が繰り返してきた構造なのだ。1930年代の日本の軍需産業拡大も最初は防衛のためだったのだ。その指摘、重いですね。経済的旨味が生まれると引き返せなくなるリスクがある。全体として見れば前向きに捉えられるこの1兆円発注も、長い目で見たら全然違う側面があるということですね。半年後にどうなると思いますか？冒頭で日本の造船所が1兆円の注文を受けたと言ったのだ。これは単なるビジネスの話ではなかったのだ。アメリカへの信頼が揺らいだ世界で日本が新たな頼れる国として台頭しているという地政学的な大転換なのだ。オーストラリアはその最初の大きな買い手に過ぎないのだ。フィリピン、インド、そして欧州からも打診が来ているとロイターは報じているのだ。僕の見立てを率直に言うのだ。この1兆円発注はアメリカ中心だった戦後の安全保障秩序が多極化に向かっていることの象徴なのだ。今後1ヶ月以内に日本政府がオーストラリアとの正式な枠組み協定を発表する可能性が高い。3ヶ月後にはフィリピンか東南アジアのどこかが次の受注先として名乗りを上げるかもしれないのだ。そして半年後には日本の防衛産業の株価と雇用数が変化しているのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。70億ドル。これがオーストラリアが日本にかけた金額なのだ。そしてこれは始まりに過ぎないのだ。あなたはこの流れ、日本にとってプラスだと思うか、それとも危険な道だと思うか。プラスかリスクの一言でもいいからコメント欄で教えてほしいのだ。毎週金曜日は地政学ウィークリーとして世界の安全保障と日本への影響をお届けしているのだ。今日の動画が面白かったと思ったらチャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。一つの高評価が次の動画を作る力になるのだ。来週も地政学ウィークリーでお届けするのだ。次回はインド太平洋の海洋秩序に関わる動きをさらに深掘りする予定なのだ。お楽しみに。